んにちは、ラグマタグスタッフの辻です。この動画はタフティングに必要な環境についてお話しします。これから注意すべきポイントや必要となるスペースの確保、おすすめアイテムなどを詳しく説明していきます。では早速始めてみましょう。最初に作業する際に気をつけるべき注意事項です。タフティングは作業中、毛くずが出たり、機材などの使用に注意が必要なので、お子様やペットがいる環境での作業はおすすめしません。しっかり換気のできる場所でマスクをして安全第一で作業を進めましょう。次はスペースの確保です。毛糸や道具の保管場所は作業の効率にも影響します。当店では毛糸を棚やラックに収納しており、ガンやコード類、作業中に使うハサミや糸通しなどをワゴンに入れています。また、プロジェクターでの転写作業を行う際には、投影に必要なスペースを確保しなければなりません。フレームの表面、または裏面から1メートルほどの空きスペースを作りましょう。次はフレームの設置場所についてです。ワークベンチや机などを選ぶ際、重い軽い、どのようなポイントを考慮すべきかを解説します。様々な設置パターンのメリットとデメリットも紹介します。まず机です。机を選ぶポイントは重さです。軽い机であれば押しても倒れないよう壁側に設置することをお勧めします。重い机であれば壁側に設置せずとも好きな位置に置いて作業ができます。また、フレームを寝かせて布張りを行うことができる広めの机だと、その他の様々な作業もスムーズに行うことができるので、とてもおすすめです。昇降デスクは高さ調節が可能で、常に打ちやすい高さで作業ができるので、長時間の作業も快適に行えます。ワークベンチはミニマムスペースでの作業が可能です。ですが、作業中の圧に耐える重さが足りないので、足部分に重りをつけておく、もしくは足で踏みながらの作業になります。これらに付け加えて耐震ジェルマットのようなものを使用すると、ずれにくく、振動や騒音を吸収してくれる働きもあり、とてもおすすめです。当店で使用しているアイテムの詳細情報は概要欄に用意しています。ぜひご覧いただき、自身の作業環境をより良くするためのアイテムを見つけてみてください。次に作業中に発生する音について比較してみましょう。タフティングガン、ドライヤー、掃除機の音を比較して作業の音がどのくらいの大きさなのかを検証します。タフティングガンの音の大きさを心配される方が多いと思いますが、日常の生活音であるドライヤーや掃除機と比較してもそこまで変わりはありません。マンションや集合住宅での使用の際は、夜中や早朝などの時間帯を避けて使用するのが好ましいです。接着剤の乾燥に適した場所について詳しく説明します。接着剤を塗布した作品はフレームに貼ったまま直射日光を避け、風通しのいい場所で乾燥させるのが適しています。自宅での作業だと屋根のついたベランダや風通しのいいガレージなどがおすすめです。接着剤を塗布する際も換気のいい環境が理想的です。接着剤の種類によっては強い匂いがすることがありますので、周囲の環境にも気をつけましょう。温度や湿度によりますが、接着剤の乾燥には1日から2日ほどかかります。しっかりした接着力を得るために、急いで次の工程に進まず、十分に乾燥できているか確認しましょう。次はタフティングに必要な機材・資材を紹介していきます。こちらのカットファイル専用機 AK1 とループファイル専用機 AK2 とカットとループが切り替えできる AK デュオの3種類を取り扱っております。タフ
フティングフレームの種類は様々あり、当店では組み立て式のアルミフレームを販売しているほか、DIY で作った木製フレームもワークショップなどで使用しております。表面を仕上げるときに使うカーペットトリマーです。トリマーガイドを取り付けることで簡単にラグの表面を整えることができます。コーン巻きの毛糸を複数に分けて使用する際や、手芸用の俵巻きなどの毛糸を使いやすく巻き直す際に使用します。ラグを整える際に使用するラグ用ハサミと、布をスムーズにカットする際に便利なコードレス電動ハサミです。フレームを固定する際に使用する万力です。コーン巻きの毛糸を固定できる糸立てです。5センチごとにガイド線があるクロスと無地のコットン 100% のヘッシャンの2種類の器具を取り扱っております。切りっぱなしの加工ができるメッシュと裏面をきれいにカバーできるバッキングクロス、滑り止め加工が施されている滑り止め付きバッキングクロスの3種類の裏地を取り扱っております。バッキングクロス仕上げの際に縁をカバーするテープです。タフティングに適しているラグ用の毛糸です。LK シリーズとの相性が良く、作品のクオリティも高く仕上がります。アクリル毛糸とウール毛糸の2種類の毛糸を取り扱っております。打ち込んだ毛糸を固定させるためのラグ用接着剤です。ミキサーで泡立てて使用します。裏地用のメッシュと一緒に使用することで切りっぱなし仕上げが可能になり、滑り止め効果を強くすることができます。バッキングクロス仕上げの際、縁の処理に使用するグルーガンです。タフティングガン用の糸通しです。転写する際に使用する下書き用ペンです。速乾性のあるタイプがおすすめです。作品のデザインを寄付に転写する際に使用するプロジェクターです。スマホや iPad などとミラーリングできるものを選びましょう。綿棒やブラシで毛くずを取り除いた後、定期的にオイルをさしてメンテナンスしましょう。当店ではエアコンプレッサーを使用してタフティングガンのお手入れをしています。今回はタフティングに必要な環境、機材や資材の紹介をしました。これからタフティングを始められる方、タフティングにご興味のある方の参考になれば幸いです。今後もタフティングに関する情報を発信していきますのでよろしくお願いいたします。